どうも、ベトナム在住の浮津です。今ね、直してるエンジン、もうエンジンの方終わったんですけども、この車体に積む前にね、錆止め、錆落としとか、ちょっと塗装のね、補修していきたいと思います。まずはね、このブレーキペダルの錆取りというか、錆止めなんだな。もうメッキがね、ダメになっちゃってると思うんで、落とせる分だけ落としてね、あとは上から、錆止め剤を塗っていきたいと思います。今回ね、錆止めはちょっとこれを使ってみます。ホルツ錆チェンジャー。これね、私が日本にいた時に買ったやつで、去年一時帰国した時にね、日本から持ってきたんですけども、私ベトナムに来て28年なんでね、多分30年ぐらい前のです。使えんのかいな。穴が詰まってる。霧で開けりゃいけるでしょう。中はちゃんと一回振った方がいいね。30年ですからね。よし、これで出てくるかい。ちょっと一回こっちに。うわ、上の塊がすごいのか。ちょっと作業してきます。なんか膜になってる。これでいけんじゃない？こいつでもう一回振ろう。これをね、塗ればいいんじゃない？30年経ってるけど、もうなんか色が変わった。いけるじゃん。ホルツ30年もの。こんな感じでいいんじゃない？これは放置するの？薄く塗るってあるけども、いけるでしょう。5分から10分ね、待つんだ。ここはね、ちょっと待っておくとして、実は一番錆止めたいのこの中なんですよ。フロントタイヤ少し上げます。ここがね、うまく映ってんのかな。ちょっとピンボケか。いいや。錆びてて、この株ってね、もともといただき物なんですよ。ボロボロに錆びて、錆でね、ここら辺に穴開いてたんだな。それを溶接で直してもらって使ってたんですけども、乗ってたらフレーム折れちゃって、こいつはね、もうここのフレームを新しいものに変えてもらってるんですけども、やっぱり錆が怖いんでね、ちょっとここの錆をきっちり止めていきたいんですよ。ちなみに昔の写真があるから、ちょっと動画の方で写真も載せておこうかな。もらった時と折れた後と直した後とね。なんせね、そんなことがあったんで、こいつはね、できる限り錆を落とすというか止めておきたいんだな。ね、こすったところで
大して取れはしないのよ。まあいいやね、こういう時のためのサビチェンジャーですからね。こんなもんでいいかな。ピント合ってなかったんじゃない、こいつ。こんな感じでね、塗ってみました。 OK でしょう。こっち側ね、なんか随分黒くなってきました。それで中側はね、色塗ろうと思ってるんですけども、これを見るとね、塗料を上塗りする場合は1日以上乾燥させてくださいってことなんで、とりあえずこれこのまま置いといて、今からね、こいつですね、キャブレター、こっちの掃除をします。キャブレターの掃除はね、家の外側でやります。キャブクリーナーでまず外側をきれいにするんだな。このキャブはね、なんせメインで使ってたんで、大して中は汚れてないと思うんだが、なんかねすごい量のホコリが出てきましたなんでこんな大きなホコリがあるんだい。まあいいや。これのガソリンタンクは掃除はできてるはずなんだよな。まあいいでしょう。そんでまあまあもうちょいきれいにした方が良かったかな。この下はちょっとねウエスで拭きました。それでちなみにね、私は下部は全部この六角のボルトに変えちゃうんですよ。これに変えるとね、車体に積んでる時に整備が楽なんで、この中は綺麗であってほしい。中は綺麗だ。大丈夫ですね。まあ一応外してなんだ、綺麗にするんだな。ちょっとこいつだけもう一回掃除しよう。これ綺麗にしたんでね、ちょっと中だけ拭いとこうかな。こいつですよ。段付きはあるな。こいつは新しいのに変えよう。そんでまあ少し汚れてるだけですね。でしたか。こっちは案外汚れてるんだ。長く使ってるとね、やっぱり汚れるもんですね。こちらちょっとしばらくねつけてました。完全に使ってないけど、まあいけるでしょう。通ってますね。このキャブクリも手は痛いな。こいつがね、一箇所だけちょっと詰まってるんだな。カメラじゃ映んないかな。とりあえずね、大丈夫です。さあ次は上側。
大した汚れはなくって、これですよね。エアーの量だけ確認。半周、1周と、1周ちょっとなんだ。まあ OK。 これはゴムも一緒に取れたね。先端にね、ちっちゃなオーリングというかゴムがあります。この回他の部品とかもね、動画にしない中で綺麗にしたんですけども、組み立てようと思ったらね、このフロートバルブ新品が在庫ないんですよ。段ついてるんで、これはねちょっと後で買いに行って動画にしないで組み立てておきます。そんでフレームのね補修塗装はさっきのなんだっけ、サビチェンジャーがね1日以上置かなきゃいけないんで、まあこっちエンジンの方曇っちゃったやつね、これも別に動画にしないで磨こうと思ってるんだけど、ちょっと簡単に綺麗になるのかだけね見ておきたいんですよ。軽く磨けばすぐに引かんじゃないの？大丈夫ですね。ちょっと磨けばねいい感じで光ります。映ってんのかな。これもね動画にしないでちょっと磨いておきます。まあまあこんな感じやね。ホルツのねサビチェンジャー、サビ転換剤ですね、これ塗って2日経ちました。随分ね黒くなってるんですけど、ここはねこのゴムもはめるんでちょうどいいんじゃないのかなね。それでこの中側ですよね、こっちはなんせこの車体はね以前このペンキでハケ塗りしてるんで、これはねハケで塗っていきます。中ねハケで塗っていきます。これね以前なんせエンジン積んだまんま塗装したんでね、気になってたところが色塗れました。これでしばらくサビは大丈夫でしょう。これ駆動系のところもね前回バラさないで色塗ったんで、ベルトドライブの周りはね色塗れなかったんですよ。なんで軽く脱脂してというか、こいつは抜いちゃうか。これ抜いてここ塗っちゃった。まあいいや、後で塗装は剥ごう。ここはねボディアース、エンジンからのねアースなんで色は剥いどかないと通電しないんだな。これでいいんじゃない？ハケ塗りは後からの補修ができるからいいね。目立たないよね多分ね。あとはねいくつかこんな感じで傷があったりするんでね、そこもちょっと塗っておきます。パーツクリーナーは塗装を少し剥がすからちょうどいいんじゃないのかな。いいねわかんないっすよ。美味しすぎた。これでいいんじゃない？カメラで見ると少しわかるか。乾いちゃ大丈夫でしょう。これねフロントフェンダーにもちっちゃな傷があるんだけども、こいつも消せるんじゃないかい。
感じで、パーツクリーナー塗るの忘れた。まあいいや。刷毛塗りはね、本当にこういう時にいいですね。よし。他にもね、いくつか傷があるんですけど、それはもうちょっとカメラに回さないで、直しておきます。塗っておきます。これね、補修塗装他の場所も終わって、エンジンの方もね、キャブレターは、フロートバルブを変えて組んだし、ここね、クランクケースカバー、クラッチカバーか、こいつもね再度磨いて綺麗にしました。なんでね、あとは塗装の方が乾いたらエンジン詰めるんで次回で終了かな。まあまあそんなんでね、今日はというか今回はここまでです。それではまた。